盛り上がるっていうことを、パンプアップとか言うんですけど、ヒップアップとパンプアップって実は違うんですよね。はい、こんにちは、はこです。今日はヒップアップについてお話しします。ね、皆さん、ヒップアップっていうと、多分ね、エクササイズをね、一生懸命頑張ってらっしゃる方がね、多いかなと思うので、今日はそのエクササイズをしないでヒップアップする方法についてね、ちょっとお話ししたいと思います。で、エクササイズ皆さんするときって多分一生懸命ね、こうやってふんふんって上げるのとかやってると思うんですけど、エクササイズをすると筋肉がつきますよね。で、筋肉がつくと、平らだったものがこういうふうにね、盛り上がりますよね。で、盛り上がるっていうことを、パンプアップとか言うんですけど、ヒップアップとパンプアップって実は違うんですよね。でも、そのことに気がついていないと、多分ね、一生懸命エクササイズしてるのに、なんかヒップアップしないっていうふうに、思っていらっしゃる方多いと思うので、今日はね、そのヒップアップとパンプアップの違いについてもお話ししていきたいと思います。ではね、ヒップアップについてちょっとね、お話ししたいと思います。ヒップアップってそもそもどういうことかというとですね、ヒップがアップしてることですよね。単純に言えば。で、これって実は骨盤の角度の問題なんですよね。これ、皆さん多分ね、お尻が下がってるのが気になるとかね、足がなんか短く見えるから、お尻をね、ヒップアップしたいって思っている方が多いと思うんですけど、そもそもヒップがアップするためにはですね、骨盤の傾きが下から上向きに変わることでヒップアップはするわけであって、この状態のまま一生懸命エクササイズをすると、平らで下を向いてたお尻が、下を向いたまま筋肉がね、パンプアップするっていうことにはなるかもしれないですけど、これ角度変わってないのでね、ヒップがアップしたことにはなってないわけですよね。ヒップが下がったまま筋肉がつきましたっていうことですよね。でも皆さんが目指しているのはこれじゃなくて、ヒップアップして、で、お尻が上に上がった分足が長く見えるっていうのも皆さんは多分期待しているところだと思うんですね。なので、パンプアップを、エクササイズを頑張ってするのではなくて、エクササイズをしなくってもヒップアップする方が、女性としてはね、嬉しいわけです。じゃあ、どうして、このね、皆さん、このままかっていうとですね、股関節と骨盤が動かなくって、この状態のままっていう方が多いんですね。で、この股関節のはまりが、この骨盤が後傾しているか、それとも前傾してヒップがアップしているかっていうのに関わってきます。で、じゃあ、そのね、ヒップがアップするってことは骨盤がね、前傾してることなのかと思って、こうやったらですね、確かにね、角度的には前に向いてますよ。だけどこれじゃ倒れちゃうじゃないですか。だから多分こう戻してきて、こういう人結構いると思うんですよ。これでいい姿勢でヒップアップしましたみたいなね。でもこれ、無理に骨盤を前に倒して、お尻を上に上げて、上でつってるだけなので、今ちょっとやってるだけでも腰が私かなり痛いんですけど、今のはヒップアップじゃなくて骨盤を過剰に前傾させて上半身の力で元に戻してきている姿勢なので、ヒップアップというよりかは骨盤過剰前傾っていう人の姿勢ですよね。で、これをやってしまうとね、もう本当に腰が痛いし、本当の意味でヒップアップしてることにはならないですよね。で、それを、ちょっと気づかなくって、私も骨盤を前に倒して、
ピンとね、した姿勢をして、これがね、いい姿勢だと思っていたので、多分その努力されている方の中には、一生懸命エクササイズをして、下向きパンプアップをしている方か、こう、過剰前傾頑張るっていう方がね、どちらかのパターンの方が多いんじゃないかなと思ったので、今日はね、ヒップアップとパンプアップのね、違いについてお話ししました。で、今ので、パンプアップとヒップアップのね、違いが少しね、分かったと思います。で、エクササイズしないで簡単にね、ヒップアップする方法について、今日は一つだけお伝えしたいと思います。それは、お尻を緩めることですね。で、多分皆さんお尻はギュッと締めるんじゃないのって今思ったと思うんですよ。お尻は締める。でも、お尻って締めると、やってみますよ。締めたら、ほら、下がりません？これ、お尻。むしろ骨盤、後傾を作ってるので、お尻を締めて自分から後傾を作っといて、でも骨盤は前だよねって思って、こうしてる人が多分多いんです。これやると本当に腰が痛くなるので、私がそれをやってた人なので、自信を持って言いますけど、腰痛くなります。なので、お尻は締めるんじゃなくて、実は緩めて解放してあげると、自然とね、こう引っ張られて下に行ってた分が解放されて前傾しやすくなるんですね。なので今日はちょっとお尻をギュッて締めるのはやめてみて、お尻を緩めるっていう方をやってみましょう。はい。そしたらまず皆さんがいつもギュッと締めてるところを確認しましょう。いつもやってるから多分わかると思いますけど、キュッてこうですよね。ちょっとわざとやるとお腹を突き出してグッと締めると、この辺にね、へこむところがあると思うんです。ここですね。で、ここにグーをこういう風に合わせてください。もしね、へこみがわからなかったら、こういう風に親指を後ろに当てて、こう下ろしていくと、だいたい腰骨のあたりで、この親指が当たるところ。ここがさっきのね、へこみの位置になります。この状態でお尻を一回緩めます。で、ただグリグリするだけです。ぐるぐる。緩めます。これね、ほんと10秒、15秒ぐらいで大丈夫です。ちょっとね、力を入れてグリグリっと回してあげてください。はい。これだけなんですけどね。で、これ映像的にわかるかな？こっちのお尻の方がこう横に出てて、こっちの方が中に入ってるっていうのがね、ちょっとわかると思うんですけど、右側をね、今、緩めました。で、そうすると、こう下にね、引っ張られてたのが少しね、この前傾しやすくなります。で、例えば歩いてみたりすると、今ね、緩めた方の足が後ろに残りやすくなるっていう感じがね、少しすると思います。歩いてみてください。そう。ということは、この辺の固まっていた筋肉が緩んで、動かしやすくなったっていうことですね。だから、下に引っ張られていたヒップが、こういうふうにヒップアップしやすくなりました。反対もやりましょう。お尻をギュッと締めて、へこみにグーを当てて、で、一回緩めて、でね、こう、ぐりぐり。緩めていきます。ボールをね、使って床に座ってグリグリする方法を本では紹介しているので、ぜひね、本も参考にしてみてください。はい、OK。私、実はさっき立ってた時よりも足がね、つきやすくなってるんですよ。両膝がね、ここがまっすぐつきやすくなってるんですけど、なぜかっていうと、骨盤後傾になるとね、ちょっとわざとやりますよ。開くんですよ、これ。で、骨盤前傾になると足がくっつきやすくなるんですね。なので、実は横脚も骨盤後傾だとこうね、開いちゃうんですけど、前傾にすると、実はね、足がまっすぐになりやすくなるんですね。で、横から見てみると、さっきね、こういうふうにちょっと下がっていたのが、
自然とね、骨盤が前傾してヒップアップしやすくなったのが、ご自分でね、鏡などでね、確認できると思います。あとは、重心の位置が変わってるのがわかる方もいます。こういう風にすると、かかとの方にね、かかってたりとか、逆に前の方にかかってた人が、自然と骨盤がね、こういう風に前傾になると、まっすぐ軸に乗れるようになるので、重心がね、足の裏、かかる重心の位置がね、さっきと変わったっていうのがね、感じ取れる方もいます。これがヒップアップとパンプアップの違いでした。ぜひね、ヒップアップしたい方は、エクササイズをするのではなくて、骨盤のね、角度をきちんとね、股関節の中から動かしやすくして、お尻も緩めて、股関節の角度を変えてヒップアップしていきましょう。チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。